こんにちは、ゴンズです。今日もお仕事や家事でお忙しい中、動画を見に来てくださって、本当にありがとうございます。今回ご紹介する本は、梅原大吾さんの一日一つだけ強くなるです。梅原大吾さんは、世界で初めてプロとして活躍されたゲーマーとして広く知られていて、その長年の実績と試行錯誤がぎゅっと詰まった一冊になっています。格闘ゲームだけじゃなくて、どんな仕事や目標にも共通しそうな、勝ち続けるための思考法がいくつも紹介されているんです。私も読んでみて、こういうふうに考えれば、もっと柔軟に変わり続けられるかもしれない、と何度も思わされました。今日はその内容を、なるべくわかりやすくまとめてお話ししていきますね。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。さて、梅原大吾さんといえば、世界の大規模大会エボで幾度となく優勝された、いわゆる格ゲー界のレジェンドです。実際には14歳の頃から日本一を経験していて、そこから20年以上にわたって勝ち続けてこられたというわけです。すごいですよね。それだけ長くやってたら途中で飽きないのとか、いつかは実力の限界が来るんじゃないのなんて思うんですが、梅原さんはむしろ変わり続けることを楽しんできたそうなんですよ。どんなことも一度きりの勝ちじゃなくて、勝ち続けるには日々変化が不可欠だというのがまず本書の大きなテーマです。この本、冒頭から強烈なのが、一日一つだけ強くなるという言葉です。私たちって割と大きな目標やゴールをいきなり描いてしまって、こうなりたいと思うあまり途中で疲れたり挫折したりしがちですよね。でも梅原さんは昨日より今日、今日より明日、ほんの少しでいいから成長を積み重ねようと提案しています。具体的に言うと毎日小さな発見をメモしたり、ほんの少しの変化を、よし、今日はこれができたと自分で認める。これをコツコツ続けることで、大きな土台と自信を作っていくという方法です。実際、ゲームって数秒単位の勝負が連続する世界ですから、ちょっとずつ調整していく感覚がとても重要になるんでしょうね。私たちの仕事や学習も、一日で大改革をやるのは難しいから、日々のこまめな変化が街の大きな違いを生むんだな、と改めて思いました。ところで梅原さんの世界は、勝てば賞金も大きいわけ、負けると何も残らない厳しい競争でもあります。でもその勝たなきゃいけない重圧に仮がらめにならず、むしろ勝ちたいばかりに視野を狭めちゃうと、ほんの少し先のリスクが取れなくなるっておっしゃっているんです。例えばゲーム中だと、確かにここで安全にガードしていればダメージは受けにくいけど、その守りを貫くばかりだと、相手の予想を覆す奇襲はできませんよね。それに、もう何千回何万回と繰り返された有名なパターンは、みんなすぐ対策を真似してくるから、アドバンテージがすぐになくなる。だから梅原さんは、対局を見る視点を維持しながら、必要なリスクなら引き受けていく、と繰り返し言います。これはビジネスも同じで、新しいサービスや施策を打ち出すときに、ここは一度チャレンジしてみないとわからないと割り切る瞬間があるんじゃないでしょうか。さらに興味深いのが、感情の扱い方です。試合の場面だと、緊張や恐怖、焦りが一気に心を支配しちゃうことがありますよね。梅原さんがアメリカの大会に初めて出た頃は、現地の観客から激しいブーイングを浴びて、怒りの感情が爆発しそうになったそうです。でも、その時は勝てたとしても、怒りは長続きしない。結局、後で息切れを起こして集中力が落ちる、と。本気の勝負って、感情を常にコントロールしながら、どこで気持ちを切り替えるかが鍵になってくるらしいんです。私も最近、ちょっとムッとした時に深呼吸すると、相手の言動に振り回されなくなるっていうのを実践していて、この人が嫌に思えるのは、お互い何か余裕がないのかも、とか、冷静に考えられるようになったんです。梅原さんのように長期間、結果を出し続けている方が、感情をうまく外して、勝ち方を客観視しているというのは、やっぱり説得力があるなと感じました。そしてもう一つ面白かったのが、リスクを負わないことが最大のリスクという点です。私たちってどうしても失敗やミスを恐れてしまうんですけど、梅原さんの体験談を読むと、
どこかのタイミングで冒険をしないと結局行き詰まってしまうと何度も書かれています。ゲームが新作として世に出た瞬間、いち早く攻略の本質を見抜いた人は、その時点で大きくリードできるそうです。でもそれだってしばらく経てばみんなが対策を確立して追いついてくるし、差がなくなる。ずっと同じやり方では限界が来るんですよね。私もビジネスのアイデアを試すときについ怖がってしまうんですが、ここで一回やってみよう。結果がどうでも、その先に必ず変化のヒントがあるはずって割り切れたらいいですよね。どのみち、失敗しないように守りばかりを意識していると、いざという時の大きな勝機を逃しちゃいそうだなと改めて思います。あと、梅原さんが何度も強調されているのは、客観的な分析をすること。周りの噂話や相手がどう言うかばかり気にしていると、本当に大切なポイントを見失ってしまいます。時には不安になって誰かが新しい必殺技を開発したらしいとあたふたしてしまうかもしれないけど、多くはそこまで大騒ぎするほどではないケースも多い。逆に誰かがこれが流行してるから安心だよと言っても必ずしも安全とは限りません。要は自分なりに正しく考え、正しく行動するための軸を自分の中に持つことが大事だという話です。これは会社の内部でもそうですよね。周りの空気に流されて、あそこが成功してるらしい、そんな話聞きましたとなっても、しっかり根拠を洗い出してみないと、自分たちに合わない方法をただ真似して終わるかもしれません。本書ではさらに、視点を高く持つことの重要性も繰り返されます。対戦格闘ゲームで言うと、細かな場面ごとの最適解ばかりを狙っていても、トータルで勝てるとは限らないんですって。つまり、目の前の数フレームの技を当てることよりも、いかに全体の流れを作るか、この試合のボールはどういう形なのかを大掴みに把握している人の方が最終的に勝つ確率が高いと。私たちの仕事だって目の前のタスクをどんなに完璧にこなしても、それを束ねる大きなストーリーがなければ成果につながらない気がします。日常に埋没しそうになったら、一回引いて、これどうやって勝ち筋を作るんだろうと全体を付してみるのが大切なのかもしれませんね。そしてもう一つ印象に残ったのが、目先の結果に振り回されないというメッセージです。これは勝負ごとに限らず、資格の勉強や新しいスキル習得でも同じかと思います。ちょっと悪い結果が出るとモチベーションは下がるし、逆に大成功したら下で、それに満足しきって伸びしろを失ってしまうことがある。梅原さんは勝ちにしがみつくのも良くないとおっしゃっていて、うまくいかない時ほど自分のやり方を疑って視点を変えるし、勝てるようになってもさらに先を意識して調整をかける。この勝ってもなお変化をやめない姿勢が、そのまま長期的な強さにつながっているようです。ビジネスでも一度シェアを取れたから大丈夫と思った途端に新しい競合が出てきたり、顧客ニーズがガラッと変わったりしますからね。私も小さくても成功した時ほど、もっといい方法はないかなと確認するようにしたいです。さらに、プロになった当初の梅原さんが、1日16時間くらいゲーム付けをやった結果、むしろ体調を崩して精神面も悪くなりかけたというエピソードも非常に示唆に富んでいました。確かに、プロだから必死にやらなきゃと思うあまり、休息をおろそかにすると逆に集中力がそがれて成績が悪くなる。これってどんな業界でもありえますよね。私も時々作業を立て込みすぎて寝不足で働いていたらミスが増えてかえって能率が落ちてということがありました。だからこそ疲れているなら素直に休む。自分のイメージする100%の体調を常に保てないのは当たり前と認める姿勢が結局は長く高いパフォーマンスを維持するコツなんですよね。ここは本当に大事で、私もいつか起業したい身として、根性で突っ走るだけが強さではないということは心に留めておきたいと思います。また、ゲームをすることに飽きる時も正直あるという話もリアルでした。好きなことをやっているはずなのに、慣れてくると単調に感じたり、義務のようになってしまったり、これも仕事とか資格勉強にも当てはまりますよね。梅原さんはその打開策として、毎日小さな成長ポイントをメモすることを挙げています。
大きな成果だけでなく、誰にも気づかれないような微細な発見でも、しっかりメモに残して自分を肯定する。そうすることで、受け身で義務的な作業にならないようにするわけですね。やっぱり人って自分の進歩や成長をきちんと自覚できるとワクワクしてくるものですし、そのワクワクこそが飽きを防ぎ、次のチャレンジにもつながるんだろうと思いました。梅原さんはその他にも、人の意見は一度100%信じてみるというエピソードも出していました。例えばジムでインストラクターさんにこう言われたら、とりあえず試してみる。その上でなるほど、これは自分に合う、ここは少し違うかもって検証する。そうやって素直に聞いてみるからこそ、自分の思い込みに気づけるし、新たな発想が出てくるんだとか。私たちも仕事でアドバイスを受けるときに、つい、いや、それは、とすぐ反応しちゃうことがありますよね。でもアドバイスする人は、それなりに理由や自信があって言っているものだから、一回試してみてから判断する方がずっと得策だと思います。もちろん完全に間違った意見のこともあるけれど、それを含めて検証していけば何かしら出るものはあるんですよね。最後にもう一つ印象深かったのは、自分はゲームしかないと諦めるのは逆に強い覚悟でもあるという話です。梅原さんは一時期本当にゲームをやめるつもりで雀荘や介護の仕事をやってみたそうなんです。でも結果としてやっぱり自分はゲームなんだという結論に戻ってくる。その時は苦笑混じりの諦めだったと書かれていますが、そこで吹っ切れてからの方がさらに自分の道に腰を据えて取り組めるようになったみたいなんですよ。この他の道も探った上での諦めはむしろ前向きなんですよね。これは私にとっても励みになりました。中途半端にいろんなものに手を出したり、自分はまだ本気を出してないだけみたいに逃げを作ったりしてしまうより、一度真面目に行動してみて、それでもダメなら、よし、やっぱり私はこれに打ち込もうと、潔く方向性を固める。ここって大事な視点かもしれません。というわけで、ざっとこの一日一つだけ強くなるの要点をお話ししてきましたが、私なりに印象的だったポイントをまとめると、1、結果より成長の継続を大事にする。2、余計な感情は一度客観視して冷静になることを優先する。3、対極感を意識して小さな場面に引きずられないようにする。4、時にはリスクを取らないと、むしろ一番大きいリスクになる。5、外からの評価や噂に流されず、自分で考え、検証して軸を持つ。だいたいこんな感じでしょうか。もちろん、もっとたくさん語りたい内容はあるんですけれども、とにかく日々、ほんの少しずつでも変化させる。面白さと同時に苦しさも抱え込みつつ、その先に深い納得を得るっていう部分が読んでいて私もすごく刺さりました。ただ、本書はゲームの画面描写などが多いので、人によっては専門用語が多く感じられるかもしれません。でも、そこはあまり気にしなくても大丈夫です。ゲームのメカニズムがわからなくても、勝負という普遍的なテーマと、その背後にある考え方は十分に面白いと思いますよ。もしどうしても格闘ゲームの独特な用語に戸惑うときは、全体の流れや梅原さんの意図だけを追って読もうと軽くスルーするのもありかもしれません。では最後にまとめますね。梅原大吾さんの一日一つだけ強くなるは、競争の多い社会を生き抜くために、どう考え、どう自分を変化させ、どうモチベーションを保つか、リアルなエピソードで説いてくれる本です。プロゲーマーとして世界を股にかける中で味わった緊張やつまずき、周囲との騎士圧力なども赤裸々に語られているので、単なる成功論じゃなくて、地に足がついたアドバイスが多いんです。ゲームに関係ないビジネスパーソンの方でも、視野を高く持つ、日々の成長を感じる工夫をする、勝ちに固執しすぎると全体を見失うなどなど、通じる部分は本当に多いんじゃないかと感じました。もし興味を持ったら、ぜひ手に取ってみてくださいね。ということで、今日は梅原大吾さんの一日一つだけ強くなるをご紹介しました。これからもこんな感じで教養になる本を紹介していきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。また紹介してほしい本があればコメントで教えてください。では、ポンズでした。また次回の動画でお会いしましょうね。